1年目終えて2年目自分たちについてより考えられる時間ができて、ポジティブに意味で言うともっと改善できるというか、耳をこっち側に持ってきたいというか、曲を通しての説得力というか、やっと届ける側になった僕たちが分かりやすく、正直自信は満ち溢れてる作品にはなっているので、もっとこうしたらいいんじゃね、ああしたらいいんじゃねとか、みんなが一生懸命向き合ってた。BE:FIRST としてすげえ呼吸してる感じがしたというか、生きてる感がすげえあって、やっぱ BE:FIRST ってこうあるべきだよなというか。でこうで例えば背中のままシュンって。そうだね。すれ違ってあ、いいねいいね。じゃあメンバーのソータとは昔から彼がダンサー時代の時から少しだけ関わりはあったんですけども、最初電話もらって、でなんだろうと思って電話出たら、ちょっとどうしても1曲振り付けをお願いしたい曲があるってことで、その曲もぜひ合作としてやりたいっていうふうに伺ったので、私も今までソータと2人で踊ることすらもなかったので、もうすごいやりたいってもうなんか即座に、返答しました。彼がダンサー時代の時から彼のダンスを見ていたので、こういうのが好きなんだろうなっていうのはもうすでに知っていて、なのでこのメインストリームっていう曲を聴いた時も納得したというか、本当に彼がやりたかったことなんだなっていうのがもうすぐに合致したんですけど、いい意味で期待を裏切られたというか、うわこの曲でいくかみたいな、いかにもバズりそうなというよりかは、そこをもう真反対のところを行くっていうのがなんか彼らしいなとも思いましたし、むしろもう私のタイプな感じの曲だったので、なんかまずその時点ですごい興奮して早く振り作りたいっていう感じだったんですけど、私にお願いしてくれたのも何かそこに理由があると思ったし、なんかこう、私も一日本のエンターテインメントを盛り上げるものとして何かこういつもと違ったものを提供したいというか、なんかリアルなものを提供したいなと思って、もうこだわりをもう詰め込んだ、振り付けになりましたね。こうひねこっちがババン、こうひねってババン、こっちがババンみたいな。この曲の大きな特徴はすごい抑えめなサビだったので、私のこの振り付けも抑えつつだけどキャッチーで癖になるっていうのをなんかこう考えていて、パッと見た時に不思議な感じというか独特な感じを出したいなと思って、こういうのどうって言ったらもうソータがもうすごいめっちゃいいって言ってくれて、でじゃあこれ使おうかみたいな感じで、せーの、上下右上下右ドランチャン。いいめっちゃいいめっちゃいいめっちゃいい。僕たちの青春の曲なんですよね、メインストリームって。僕たちがもう音楽を受け取る側でしかなかった頃に憧れてた人だったり、その時代の音楽の雰囲気がある楽曲なので、それをやっぱ届ける側にやっと成長して、それで自分が憧れてたものを表現できるようになったっていう感覚が、やっぱ BE:FIRST はそこら辺の音楽感性がすごい横並びなので、そこに並んでくれるコレオグラファーと一緒に作りたいなと思った時に、年齢はもちろんなんですけど、当時から同じようなヒップホップを聴いて踊ってきたっていうもう確信がある、それがレイナだったので、絶対レイナと作りたいなってもう一瞬で思い浮かべました。めっちゃもう最高に楽しいです。人生一楽しいです。いやよかったです。なんかもう私も振り付けっていうのを忘れちゃう。普通になんかもう遊んでる延長線でできてるみたいな感じなので、もう仕事感ないです。すっごい楽しい。楽しいです。それこそやっぱ俺らがやりたいことって子供の頃からの延長線というか、学校の友達とかに聞いてよかっこいいからって言っても影響力がないんで、俺が別にヒップホップの良さ今このガキンチョで語っても広がらないなっていうのはずっと思ってたんですけど、
やっぱその気持ちがずっと俺も含めてみんな持ってる中で、やっとこのなんか説得力とアーティストっていう立ち位置で届けられる立場になったからこそやりたい、一番やりたい。もう昔からやっぱ広まらなかった曲、自分はずっとかっこいいって憧れ続けてきた曲だけど、あの時じゃ横に広められなかった曲っていうのを今ならできるっていうのが一番やっぱでかいですね。だからなんか BE:FIRST は音楽ファーストってやっぱ一番そこが強いかなって思ってて。髪に寝すぎてかっこいい。あ、次いやー、せーの、あ、じゃんじゃん。まあ、メンバー同士では、まあ、お互いの好きなものを共有し合ったりとか、なんかかっこいいなって思うものを常に共有し合ってきて、だからこそ、まあ、メンバー同士の聴くジャンルの音楽の幅がどんどん増えていったりとかしていって、気づいたらまあ全員同じこう方向を向いていたのもあったので、世界的に見ても日本的に見てもやっぱチャートで今何がヒットするかとか何がこう拾われるか分かんない時代の中で、まあ本当にブンブンバックとか特にミリビリだったりとかを通して、まあすごいメンバーの中でもルーツがやっぱそこに重きがあるメンバーが多いのと、やっぱそういうものを通して出したパフォーマンスがやっぱり一番しっくりくるとかかっこいいだったりとかみたいなものの感覚みたいなものをなんか自分たちのもやっぱすごい味わってるのもあって、そのブンブンバックの時にこの曲ってもうちょい攻めれた方が攻めの曲にすることもできたよねみたいな意見が出たんですよね。でもなんか逆にこの感じ結構年代系だけど今の良さもあるっていうのがなんか次の自分たちの曲につながる一歩だねっていうのでまとまったんですよ。だからこそなんか次へつながるその深みがあるというか音楽的な深みがある楽曲をどういう楽曲で出していけばなんか今後自分たちはなんか思ってる方向に行けるんだろうみたいな感じになったのがきっかけだったと思いますね。やっぱり多分ツアーを経験してこういう曲が俺らのライブにあったらいいのにねみたいなのとかが多分それぞれいろんなメンバーでそれぞれの場所で多分曲を聴きながらあったりしてて、早めに話し合いたいなっていうので一回大きく全員で7人でちゃんと決めて時間とか決めて話し合うっていうタイミングがあって、そこでまあそれぞれ話し合ってたこういう楽曲やりたいよねっていうのを上げてみて最終的に決まったのがメインストリームなんですけど、多分結構外的な理由もあると思いますね。フェス見てっていうのもあるし、本当にいろんなアーティストさんのライブに行かせてもらったので、去年今年含めてなのでそういうのとか多分本当に自分たちの好きなアーティストの映像とかいろいろ今 SNS で何でも見れるので、そういうので多分いろいろ見て思ったことだと思います。なんかどう見られてるって思ってたっていうよりかはどう見られたいから早く動き出さなきゃっていう感覚だったと思います。ヒップホップをやるってなった時に全員こうなんていうんだろう、なんていうの、賛成票が上がったっていうのもそうですけど、ブンブンバックとかも本当にみんなメンバーも好きな曲ですし、たまたまなのかそういった曲が好きな7人が集まったっていうことがこのメインストリームにつながる大きな一歩だったと思いますし、だからこそやっぱその好きなものの意思を伝えたいというか、全員の好きを通した曲をファンの人に届けて、そしてなんかそれが世の中の方々にこう影響を与えられるような楽曲へと発展していくっていうのをすごく楽しみにしているという意味で楽曲制作をしていたつもりなので、歌詞ももちろん注目してほしいですけど、まずはこのなんていうんだろう、ヒップホップの気持ちよさというか、グルーヴだったりとかまず楽しんでいただけたらなって思ってます。その歌詞も基本的に日高さんが書いていただいたんですけど、そのどこを英詞にするとかだったり、でもなんか日本のボーイズグループの俺らがやることによってっていう意味で言うと、その分かりやすいキャッチーなキーワード、東京から直下でとか残した方がいいなみたいなとかだったりとか、なんかそういうすごいコアな部分の話し合いができたなみたいな。だから結構作ってもらって
こう受け取ってとかじゃなくて結構セッションみたいな感じでできたのはすごくでかいかなっていうのは思っていて、僕はその英詞にさせてもらったりとか、ここを聞きなじみ同じ歌詞だけどここを英詞にしたらいいっていう、なんかその最終的に世界に見てもらいたいじゃないですか。聞いてもらいたいから、これが世界に一歩目として急に届かなかったとしても、その後にその BE:FIRST を世界に知ってもらって、これがメインストリームだよって曲になった時に、その英語の聞きなじみとメイドインジャパンっていうその日本史が両方当たり前のように存在してるっていうのは面白いなと思って、あと同じフレーズで同じメロディーラインで1番は日本語だけど2番は英語とか、なんかそこのなんかこうメロディーと耳はすごい同じなんだけど歌詞が違う、英詞と日本史なんか日本史なんだなみたいな、なんかそういう聞きなじみも面白いと思うし、でもそれをなんかこうすごいっていうよりはなんか当たり前にしたくて、その世界っていう基準で見たら英語は当たり前っていう状況だから、でプラスその当たり前プラス逆に日本語に興味を持ってもらえたりとかしたら余計プラスになると思うんで、メイドインジャパンとしては。やっぱあの曲調に日本語が乗ったり、東京ってワードが飛び交ったり、なんかどんどんなんか僕たちらしくしていくにつれすごい面白い楽曲になっていったっていう、本当右肩上がりだった制作だったなとは思うんですけど、でもやっぱ自分たちが勇気を持ってまず社長にぶつけて始まった楽曲だったので、僕たち自身もなんかずっと責任感を持って制作して、やっぱなんか口だけになりたくないってメンバーが思う制作はまあ初めてだったかなと思うので、みんなもすごい気合い入ってたし、自分のパートに対する熱量というかもうすごい大きかったので、一回も不安にはならなかったですけど、完成したらやっぱり予想以上に良かったなっていうのは正直ありますね。楽曲楽しいし結構必死に考えてて、だからやっぱり難しさもすごいありましたね。こうやっぱ自分たちがいつも聴いてる楽曲が改めてなんかそうやって作られてるんだっていうのがやっぱり分かるので、曲の聴くところも変わってきたりするんじゃないかなと思います。こうあるべきなんだろうなって思いました。なんか自分たちもそうですけど、 BE:FIRST としてもそうですけど、やっぱ自分たちの思い入れのある、自分たちが一から作ったとかリリックとかで歌うのがやっぱ伝わりやすいし、こっちからしても伝えやすいというか、自分たちが思ってることだからそれはやりたいなって、多分もうみんなが思い始めてた時期だと思うんですよ。だからそれがなんか必然とそのアーティストとかクリエイティブとかクオリティみたいなところになってくるのかなっていうのは個人的には思いましたね。何しててもその話した気がしますね。なんかメイク終わってとか、なんか待ち時間でも仮のトラック聞いてここがこうなればいいとか、今回本当に構成もやらせてもらいましたし、ドラムの位置からそうですし、でなんかトライしてみて微妙だったら戻そうっていうのもありましたし、なんかそれをやらせてくれた酒井さんもそうですし、社長もすごい感謝ですし、なんか改めてこう BMSG でよかったなって思える瞬間でもあったし、なんか BE:FIRST でよかったなというか、メンバーのこのメンバーじゃないとそんなにアグレッシブになれねえだろっていう、本当にTHEFIRSTから通して音楽好きが集まってきて、っていうこのグループの最大のなんかいい長所というか強みが出たなと思いますね。こうしたいみたいなのあったら今のうちに回っておきたいっていう踊りで、でも少なからず今回の楽曲に関してはライブだったり、なんかそこで結構出るんじゃないかな。あと毎回そのライブによって多分パフォーマンス変わってくる楽曲になると思うんですよね。僕たちだからこそ、僕たちじゃないと多分パフォーマンスできない、紹介できない楽曲だと思うんで、これはカバーとかできない楽曲だと思うんですよね。なんでそこは結構大事になってくるかな。ある意味自己満みたいな部分と、その自己満っていう部分もでもしっかりどうライブだったりとかパフォーマンスする時にしっかり刺すかというか、結局どっかで刺さないとダメだと思うんですよね。自分たちがやる意味っていうのがあると思うんで、そこのバランスは大事だなと思うし、僕は最終的には結局感情になるんじゃないかなとは思うんですけどね。パフォーマンスしてるうちに大事なところっていうのはあるんで、なんかなんかそこは
まあ最終的にはそうなる気がしますけどね。ズンズンズン強くタンカンカンカンズン下がるチャンチャンチャンタン正直音楽なんて言えば正直好き嫌いみたいなものになってしまうと思うんですけど、でもやっぱりこのメインストリームっていう楽曲として自分たちの伝えたい、これから伝えていきたいメッセージだったり、逆にこれまで培ってきた僕らでしか出せないものだったりっていうのが、やっぱり今までそういうメインストリームみたいなものを聞いてこなかった人たちにはすごくやっぱ刺さると思うし、っていうか刺さってほしいし、逆にこれで BE:FIRST を知ってくれる人が増えたら、なんかもっとそのルーツの深いところまで知ってくれたら BE:FIRST としても嬉しいし、やっぱ一個人としてすごいアーティストとしてなんかそういうところに還元できてる感がやっぱ出てくるのがすごい嬉しいし、それをこのメインストリームがきっかけでそれこそ流行りが変わったりだとか、今回のやっぱ一番大きいの流行りに乗っかるとかじゃなくて、流行りを作り出すきっかけになるものだったりとか、自分たちの意思がやっぱ聴いてくれてる人に浸透してくれるのがやっぱ一番だと思ってるので、曲含めた僕たちの思いだったり感情だったり、これから見据えてるビジョンだったりっていうのをなんか一緒に感じてもらえたらなというふうに思いますね。はい。BE:FIRST として11月で次デビュー2年迎えるタイミングの曲として本当になんかふさわしいというか、自分たちの新しい一歩の開幕にふさわしい新たな BE:FIRST としての曲になったなというか、ある意味第2章みたいなところを感じるなと思いますね。